おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はヤマハの弦のお話を、していきたいと思います。その前にですね、私の簡単な経歴といいますかお話ししたいと思いますけれど、19歳で住屋さんっていう楽器屋さんにアルバイトとして入りまして、かれこれ10年間ぐらい、28、9ぐらいの時までそこで働いてました。途中で契約社員という形にさせてもらって、ギターのパーツですとか仕入れとかも任されたりっていうような立場で働いてたんですけれど、楽器屋さんなのでいろんなブランドの弦っていうのは見てきたんですよ。その中でもヤマハさんのこの有名なねこの弦っていうのは結構売れるんですけれど、やっぱり買ってかれる方っていうのは、私より二回りまではいかないのかな。やっぱり私より上の方ですね。ちょうどフォークソングブームの世代だと思うんですが、そういう方はやっぱりヤマハの弦をすごく好んで買われる方は多かったです。ただですね、このヤマハさんのこの弦なんですけれど、実はもうずっと思っていたことがありまして、そのお話をさせていただきます。この動画をご覧いただいている方の中にはね、当然ヤマハの弦のファンの方もいらっしゃると思いますので、別に悪く言うつもりはないんですけれど、ヤマハの弦ってこういうことが結構あるんですよっていうのをちょっとだけお話ししようかなっていう感じですね。これがヤマハの弦ですね。で、これがダダリオのバラ弦なんですけれど、ちょっとセット弦をね、バラすのはちょっともったいないので、バラ弦をチョイスしました。で、これがアーニーボールですね。で、こちらがマーチンの、セット弦なんですけれど、まずダダリオから開けていきましょうか。通常こういうふうに弦っていうのは丸まってますよね。これをほどいていくと、ちょっと見にくいかな。こんな感じですね。私のフローが黒なので黒が入ってるのが見やすいですね。こんな感じですね。腕ははい。こういうふうに弦ってほどくとこうやってちゃんとまっすぐになるんですね。じゃあ次、じゃあ今度アーニーボールをいってみましょうか。じゃあアーニーボールはですね、さっき0級でしたので、次は11を伸ばしてみたいと思います。これ11ですね。はい、どうでしょうか。こんな感じで、何の癖もなくまっすぐですよね。じゃあそれではですね、ヤマハさんの弦を開けてみます。これですね。別に種も仕掛けもありませんからね。まだ未開封の新品です。一弦からいきましょうか。はい、ヤマハさんの弦なんですけれど、じゃあこれをほどいてみます。これだとちょっと分かりにくいかな。こうやって伸ばしてしまうともちろんたわんでない何の癖もついてないように見えるんですが、この先っぽが分かりやすいですかね。こんな感じで丸い癖がついちゃってるんですね。でじゃあ一方さっき開けたダダリオはどうかって言いますと、ダダリオの弦はこっちなんですよ。こんな感じですね。こうピンと張ってあるのが分かると思うんですね。で一方ヤマハの弦っていうのはちょっと丸まっちゃって癖がついちゃってるんですよ。ついでにヤマハさんの弦の、巻き弦も今ちょっと出してみますね。巻き弦ですね。4弦いきましょうか。はい、4弦です。じゃあ次はアーニーボールの、同じく4弦を出したいと思います。アーニーボール4弦ですね。はい。ちょっとこれだと分かりにくいので、今ちょっと別に動画を撮ってきますので、ですね、こんな感じでですね、これが今、ダダリオとかアーニーボールの弦ですね。上から垂らすとまっすぐなってるのが分かると思うんですけれど、
一方これがヤマハさんの弦です。で一番下見ていただくと分かるんですけれど、ちょっとカールしてますよね。要は巻き癖というかがついてしまっている状態です。でこれだけの違いがあります。弦っていうのは変な癖がついてたり、もちろんよじれてたりすると変な風に共振をしたりするので良くないんですね。例えばバイオリンの弦ですとかクラシックのそういう世界だと弦はですね、まっすぐ一本の棒状にして売ってるんですね。私が売ってた時はまっすぐな袋に入れて、そういう風に売ってたんですけれど、当時ですね私はまだそういう知識があまりなくて、お客さんがクラシックのお客さんがそういうバイオリンだったかなんかの弦をまっすぐな弦をカウンターにレジカウンターに持ってきたんですよ。でそれをですね私まだ知らなかったので、わざわざギターの弦みたいにこうやって巻いてコンパクトにして袋に入れてどうぞっていう風にしようと思ったら、いやいやいやちょっと待ってくださいよって、なんでちゃんとまっすぐなまま売ってるのにわざわざそこで巻くんだっていう風に怒られちゃいました。なのでやっぱり弦っていうのはエレキギターとか、ベースの弦で一部まっすぐのまんま売ってるのってありますよね。確かどこだったかな、ちょっと忘れましたけど、やっぱりですねそういう風に弦ってよじれがなく直線が出てる方が理想的なんですね。でなぜかヤマハさんの弦というのは昔からですね、ほぼかなり癖がついてるんですよね。新品で開封、今みたいに開封したとしてもバネみたいに癖がついちゃってるものとかがあるんですね。ちょっとここはあんまり話してもいいのかな。店員さんの間ではヤマハの弦って最初からだよねみたいなね、だよねっていうような、そういう風な音に関してもマイナスの話がねポッと出るような商品でした。久しぶりにヤマハの弦を新品で買ってね仕入れてこうやって試して開けてみたんですけれど、相変わらずこうやってね癖がついちゃってますよね。最初から。なんでかな、天下のヤマハさんなんで弦はこうなんでしょうっていうのはちょっと知りたいんですけれどね。ただこれも結局好みの話なのでね、ヤマハの弦が好きで昔から愛用しているっていう方はたくさんいらっしゃるので、別にそういう方のことを悪く言うつもりはないですし、ヤマハの弦が好きなんであればヤマハの弦を使っていただいて構わないと思ってますし、ただ、一応ヤマハの弦というのは高確率でというかもうほぼ 100% に近いかな、最初から弦がですね、ちょっとバネみたいに癖がついちゃってますよっていう、そういう弦ですね。ヤマハさんに怒られるかな。ちょっともう今取引ないんでね大丈夫だと思いますけれど、ヤマハさんごめんなさい、見てたら改善してほしいですね、この辺は。はい、というそんなお話でした。はい、ということでちょっとぶっちゃけ話みたいになってしまいましたけれど、ヤマハはですねいいですよ。ここへ来て持ち上げるのかって言われそうですけれど、ヤマハはねいいですよ。例えばですね、多くのギターメーカーのっていうのは、国産で作ってる日本製もあれば、メイドインどこどこ製とかってね、海外で人件費が安いところで作られてる売ってるっていうのもありますけれど、ヤマハの場合は管理というかがしっかりしてるので、すごくね例えば変な小傷があるだとか、前回ちょっとお話ししたバックパネルのアルミ箔がアースに落ちていないとかっていうような、そういうボンミスとかそういう変な不具合とかっていうのは全然ヤマハは見かけないですね。要はだから工場長というか、そういうふうに一番上の
こう指示する人っていうのがこうちゃんと知識があって管理してるんだと思います。そういうふうに思ってます。あとヤマハさんがすごいところっていうのは、これは楽器屋さんで働いていたからこそわかるんですけれど、例えばフェンダーとか、いろんなメーカーありますけれど、一応問屋さんにギターのトラスロッドカバーのここのネジが欲しい、だから、ちょうだいっていうふうにこう発注するんですけれど、まず全く同じものが入ってくるっていうのは、あんまりなかったですね。大体似たようなのだけど、今はこれを使ってるからこれ使ってくれとかってそういう感じで送られてきたりします。で、一方ヤマハはですね、ギター1本、この型番のギターに対してパーツリストっていうのがちゃんとありまして、でそのパーツリストさえ取り寄せればビス1本から型番が全部個別に振ってあって、その型番をこう指示して発注さえすれば全くそれと同じものが手に入るんですね。なのですごくこう管理がしっかりしている会社だなっていう気がします。大きな会社ですから当たり前だとは思うんですけれど、一方この楽器業界って結構いい加減なので、これはよしとこうかな。はい。ということで、本日は、ヤマハの弦のお話でした。さっきもね、言った通りですね、事実として、ヤマハの弦というのは、新品で開封したものだとしても、最初からね、バネみたいな癖がついてるっていう事実があります。なんとかこういう改善をしていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた。